皆さんこんにちは、ランタイムです。これは僕の愛車のフリードスパイクで、車内はねこんな感じにフラットになるんで、すごく簡単に車中泊をすることが可能で、市販のメッシュを取り付けたらこんな感じになるんで、この状態になったらもう風が通るんで、夏場でもすごく涼しく過ごせるんですけれども、この車は5人乗りなのに車中泊できるのは大人が2人がいいとこなんで、3人ほど車中泊できないのと、あと雨が降ってきたらドアとか全部閉めないといけないんで、これからの季節に快適に過ごすことができないんですよね。ですんでね、何かいいものはないかなと思って探してましたら、なんと今回こちらのテントをね新しく発売されるとのことで、最速で貸し出していただくことができましたんで、今回はねこちらのテントをちょっと装着して実験してみたいと思います。でこちらのテントは現在幕開けでクラウドファンディング中のカーレックスっていうテントで、軽音から普通車からハイエースまで何でも取り付けれる、車にねワンルーム増やせるテントとのことです。ですんでね、大きさはちょっとね相当大きいものができるんですけども、中に4人も5人も寝れるようなテントになるらしいんですけども、僕もね開けたことも組み立てたこともないんで、ちょっとねまずは中見てみたいと思います。中こんな感じですね。でこれがポールとかですね。でペグとかタープ入ってますね。であとはね組み立て用のマニュアルですね。これはねまだちょっと試作品のマニュアルなんで手作り感満載な感じがあるんですけども、この分を見ながらね組み立てれば組み立てれるそうです。でこのテントはねすごく防水性を高めてあるんで、組み立てにはねすごくコツがいって、一人で組み立てるのは難しいっていう風にね言われたんで、今回はね僕も助手の方をちょっと連れてきてますんで、2人でね頑張ってちょっと組み立てていきたいと思います。はい。でまずはねポールから組み立てましょう。いろんな分が入ってるな。3種類入ってるそうです。これとよいしょ、これか。よし、まずはねちょっとこれを組み立てます。もうバラバラ伸ばすだけですね。はい、2本ね組み立てました。かなりでかいです。このね長い部分だけでもね3メーター以上あります。4メーター近くあるんじゃないですかね。相当でかいです。次はねテントを出したい場所にこれ広げるそうなので広げてみます。はい。でね、こんな感じに広げました。であとはねなんか四隅にペグをねまずは打つそうです。回数ビデオがあったんですけども、このペグを打つのがねすごい重要らしいです。だから逆に言うたら、ペグが打てれない場所ではちょっと設置が難しいとのことでした。でこの状態になったらねさっき組み立てたポールを入れていくそうです。この辺はねスムーズ、すごい簡単に入る。はい、1本ね通し終えました。よいしょ。はい、ということでねこんな感じにしました。バッテンにねして通してますね。でこの状態でクリップをなんかはめるみたいですね。もう先に2つで、まずはこれをはめる。こんな感じでつけていくのかな。初めてなんでねいかんせんわからない。これをつけてここにはめ込むらしいですね。こうかな、こうか。意外とね思ってたよりもサクサクはまりますねこれ。なるほど。であとはこのねなんか不気味に伸びた触覚みたいな部分をねはめていくみたいです。やってみましょう。よいしょ。このね起こす時に2人いるな。これ多分どうしてもね2人いるみたいなんで、あそこ触ってもらいます。よいしょ。こうやって起こしていって、こうゼロ。よいしょ。はい、とりあえずねこんな感じで起こしました。ちょっとねこの起こす時がね少し大変ですね。で最後にねこの斜めにねポールを通して安定させるみたいなのでやっていきます。よし、これをね通すみたいです。よいしょ。よし、こんな感じですね。起き上がりました。あとはねペグを打ったら完成ですね。はい、ということでね完成です。風が強いんでタープを張って安定させました。これでねもう大丈夫そうですね。でこの状態でね車をバックして合体するらしいんですけども、それよりもねちょっと先に中の方が気になるんで、もう中見てみたいと思います。開けてみましょう。なるほどね。この分ねピッと張って日よけにできるらしいんですけども、ちょっと今回はねぐるぐる丸めます。よし、こんな感じですね。じゃあちょっとね中入ってみましょう。チャックがねこれごついですね。だいぶいいチャック使ってますね。よし、ちょっとね開けてみたんで入ってみたいと思います。お邪魔します。
うわ、中広い。中ね、相当広いですね。ちょっと明かり鳥がいるんでね、開けましょう。はい、中暗いんでね、ちょっと横を開けてみました。そしたら、すごい背が高いですね。180センチぐらい開口部あります。おー。で、中もね、めちゃくちゃ広い。いいですね、これは。天井もね、めちゃくちゃ高いんでね、開放感がすごいですね、これ。僕ね、手を伸ばしてもね、届かないです。へえ、テントとしてバッチリですね、これ。幅どれぐらいでしょう。3メーターぐらいありますね、ここ。すごい広いです。だから大人5人がね、中でゆっくり寝れますね、これだったら。で、出入り用の窓ですけども、サイドにはね、外見る用の窓ですかね、多分ありますね。あ、こんな感じですね。おお、外が見える。これはいいですね。気持ちいいな。こんな感じですね。中はね、めっちゃくちゃ広くて、もう大の字になってもね、全然余裕ですね。すごい。はい。でね、カーレックスの一番の醍醐味は、車に接続できるっていうことなんでね、ちょっとね、フリードスパイク、バックしてから、車にちょっと接続してみたいと思います。よいしょ。で、取り付け方法にね、対してマニュアルがないんで、ちょっといろいろ調べたんですけども、ここの部分がなんか封筒状になってるんですよね。こう、壁になってるのにからこう、封筒状が出てるんで、これ多分ね、これ、車バックしてリアゲート開けたら、ここにね、リアゲートを入れるんじゃないかと思うんですよね。入れてチャック閉めるみたいな。で、あとはね、下側のチャックを開けてから、居住空間するような感じだと思うんで、ですね、まずはこれ開けておきましょう。で、開けて中に入れとくと。よいしょ。で、この状態で、多分車バックでいいと思います。おらいおらい、おらいおらい、おらい。オッケー。よっしゃ。いい位置きました。で、これでリアゲートを開けて、こうですね。で、さっきのこの分をちょっと封筒状にね、かぶしてみたいと思います。大きいチャック閉じましょう。ああ、やっぱりそうだ。テールゲートをね、こんな感じで包むみたいですね。これで正解だと思います。だから車内にテールゲートが出てくるのがこうですね。面白い。で、こんな感じで網戸にしたら、こっから向こうは外で、網戸からこっちは中。テールゲートの部分からも虫が入ってこないっていう格好のやつですね。へえ。で、横にこういった部分があるんで、これで適当な位置に引っ掛けて固定するみたいですね。はい、こんな感じですね。装着完了です。所要時間はね、ちょっと時間かかっちゃったんですけども、20分ぐらいですかね、賞味でできました。初めてなんでね、ちょっと時間かかりました。で、立ち上がった後は、タープ今張ってるんですけども、すごい安定してます。今日結構風が強いんですけども、飛んでいくようなね、気配はないですね。で、再び中なんですけども、こんな感じで、すごいね、広いです。下がね、ここ芝なんで、すごい足触りもいいですね。ここね、テールゲートの部分がね、これちょっと、ここがね、少しダラーンとなってるのが、ちょっと嫌ですね。ちょっとね、仮で、でかいクリップで止めておきましょう。よし、でもこんな感じでね、だいぶ良くなったんじゃないかと思います。ですんで、テールゲートと網戸から向こうが外でから、こっちは全部中っていう格好になりますね。だからどういうんだろう、車中泊じゃなくて、テント泊ですね、これは。テント泊用の車に合体可能なテントっていう格好ですね。はい。でね、テント内に僕も大好きな机と寝袋を置いてみました。こんな感じですね。めちゃくちゃね、広いんですよね。この分置いてもね、全然余裕があってから、で、しかもね、寝袋も出せるんで、この状態で寝袋1、2、3とか出せますね。広い。で、こんな感じでね、ここに出してたら、座って川を眺めながらね、ご飯食べれますね。これいいですね。いい感じです。どうしましょうかね。せっかくなんでね、もう今ね、お昼の12時ぐらいなんで、お昼ご飯をね、簡単にちょっと作って食べたいと思います。このね、カーレックスの中でね、料理しましょう。はい、ということでね、調理の準備しました。今回はね、ノンフライヤー使います。一番簡単なね、調理器具なんで、こちらにします。で、今回はね、キャンプ料理なんで、いろいろ考えたんですけども、こちらにしました。キャンプといえばピザなんでね、冷凍のピザですね。美味しそうなやつです。で、これをちょっとここで皮でも眺めながら焼いてね、食べたいと思います。やりましょう。よし、調理開始です。可愛らしいピザですね。ぴったりですね。多分4、5分でもこれいいと思うんでね、やりましょう。で、焼いてる間にちょっとね、テントを見ようと思うんですけども、こちら今ね、太陽のある方向なんですけども、何でしょう、火が当たったらね、やっぱりちょっとこの辺はね、多少暑いですね。なんですけども、どれぐらいだろう。50センチぐらいかな。離れたらまあいい感じですかね。
だからまあテントはどれも一緒なんですけども、直射日光が当たってる時はさすがにちょっと暑いですね。なんですけどもね、窓は全開開けてるんで風は通ってるんで、中はねすごく涼しいです。はい、ちょっとね2分ぐらい経過したんでちょっと見てみましょう。おお、ちょっとやりすぎたかもしれん。あ、できてるな。熱い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 。うん、熱々です。もう2分でできました。もう1個もやります。はい、いい感じでできましたね。美味しそうです。じゃあね、もう早速助っ人と一緒にねいただきたいと思います。いただきます。うん、はい、ということでね、完食です。美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということでね、美味しい食事も食べれたことですし、普通車にもね、問題なく取り付けれることが分かったんで、この辺で動画を締めようと思うんですけども、普通車以外に取り付けたらどうなるのか、皆さん、やっぱり気になりますよね。なのでね、K1 ボックスの7面の K にも乗ってきてましたんで、最後にこちらの車両に取り付けてみてからね、どんな感じになるのかね、ちょっと実験してみたいと思います。おらい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 。おーい。はい、ということでね、K1 ボックスの方にも取り付けてみました。そしたらこんな感じですね。ちょうどね、ぴったりジャストフィットみたいな感じです。で、ちょっとね、内側から見てみようと思うんですけども、こんな感じですね。バッチリ装着できてます。テールゲートはね、大きくて高い位置にあるんですけども、その部分を全部ね、この袋の部分が包み込んで、上にかぶさってる格好ですね。で、高さに関しては、これ高さがね、ちょうど2メートルぐらいの高さまで上がってるはずなんですけども、でもどれぐらいだろう。まだね、上側には十分余裕があるんですけども、取り付け位置のね、そこの高さの部分が、ここですね。ここまでなんで、多分ね、地上からちょうど2メートルぐらいまでの高さの部分に、テールゲートの上の部分が来る車であれば、全部ね、この中に、リアゲートが入って、袋状の部分にね、入れるんじゃないかと思います。だからね、市販のほとんどの車が多分つけれるんじゃないかと思います。唯一つけれるのが、ハイエースのハイルーフとかになるのかな。違ったらごめんなさい。はい、ということでね、今回は、現在幕開けでクラウドファンディング中の車と合体できるテント、カーレックスのね、レビュー動画だったんですけども、いかがだったでしょうか。このテントはね、普通車から K1 ボックスからハイエースまで取り付けれるテントで、中が3メーターマックぐらいで取れるんで、車での車中泊が狭くてちょっと大変だと思われている方には、すごくいいテントなんじゃないかと思います。で、このテントはね、なんか耐水性能もすごいらしくてから、このね、テント生地にもね、すごく耐水性の高いものを使ってるらしいんですけども、この作り自体がね、すごくてから、全体的にチャックが隠れるような感じにしてあって、雨が降っても中に水が染み込まないように折り返しがされてるんですよね。もう全体的にチャックが隠れてるような細工がしてあるテントなんで、急なね雨とかが降ったとしても全然問題なく中でねすごく快適に過ごせるテントなんじゃないかなというふうに思いました。ちなみにね、ここはテントは張っていい場所ではあるんですけども、キャンプ場とかじゃないんで、水をね勝手に撒いたりしたら怒られると思うんで、今回ね防水実験はしませんので、その点のみねご了承ください。ですんでね、この部分は本当に車中泊にはねすごくいいんじゃないかと思うんですけども、ちょっと2点だけね僕気づいた点があるのが、1点目はね車との連結部分なんですけども、これね車とは連結されてないんで、中で過ごす分には全然問題ないんですけども、車の方は全開状態ではあるんで、荷物の取り出し時にちょっと蚊が入ってきたりする恐れがあるんじゃないかという部分が1点なのと、あともう1点が、今回ねカーレックスは初めて組み立てたんですけども、なんだろう、一人で組み立てるのは相当難しいと思うんで、カーレックスをねソロの車中泊で使おうかなというふうに考えられている方にはちょっと個人的にはお勧めできないかなというふうに思いました。でもね、防水性も高くて中の居住性はめちゃくちゃ気持ちがいいんで、動画の概要欄の方にリンク貼ってありますので、よろしかったらねそちらの方見に行って見てやってください。はい、こんな感じですよね。じゃあね、最後にねちゃんとしまえるかどうかだけ頑張ってやってみたいと思います。大きいですけどもね、収納袋も大きかったんで多分簡単にしまるんじゃないかと思います。まずね、横にはわした謎支柱を取り出して、よいしょ、入るか、入りますか。バッチリだね。よいしょ、これを半分にこっちへ折っていくんだけど、風がね大変な作業ね、若手に任せましょう。おじさんはねゆっくり眺めるのが好きなんで。入るかな、ちょっと入れてみよう。はい、ちゃんとねしまいました。収納もバッチリですね。ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。